じゃあいよいよ水回りね。はい。はい。バスルーム行きましょうか。はい。これね、バスルーム真骨頂ですよ。ベーグハウス。楽しみです。でまずちょっとドアを見てもらいたいのは、これね、何の変哲もない感じだけど、これフラッシュドアって言って木で作ってるドアなんですけど、これ実は東京都府中市の僕が昔住んでたベーグハウス取り壊す時にもらってきたやつをつけてるんですよね。もともとね、多分こうだったんだけど、僕らが借りた時はアルミのドアに変わってたんですよね。はい。でそれを、やっぱり交換したくて元に戻そうっていう、はい、これに乗ってるここですね。このドアがここについてます。元に戻すっていうのが僕らの使命。だからリノベーションというよりもレストアレーションって言ってます。これオリジナルなんですよ。ほぼフルオリジナル。これ当時タイル職人が多分一つずつ貼ってる、ちゃんと貼ってるんですよね。今みたいにこうモザイクタイルをこうペターンと貼ってベリベリって剥がしたんじゃ多分なくて、一つ一つこう貼ってるんじゃないかなと。床も結構凝ったパターンでしょ。これね、同じ色違いで時々同じパターンのね、東京でも見るんですよ。多分時代は一緒ですね。このひびは十何年前かな、西方沖地震って言って、そこの玄界島で震源地の大きな地震があったんですけど、その時にできたんじゃないかと。なるほど。浴槽も大きいですね。そう大きいでしょ。これだから身長180センチ以上のアメリカ人の兵隊がこう横になっても大丈夫だったっていう。大体日本の当時のお風呂だとしたらこれ半分ぐらいでしょうね、浴槽が。で当時はアメリカ人はもうこの中にお湯張って中でこう洗う。よくほら昔の映画見てるとあるじゃないですか。あと深いですね、すごく。一回溜めたことあるんだけど、もう下から30センチぐらいで以上もうたまらないんですよ。もうなんか抜けちゃうんですよね。なるほど。で抜けちゃうんで、大体この上からポリの浴槽をボーンと入れるっていうのが東京のベーグハウスでよくあるんですね。それからあとこのシャワーのハンドルね。はい。これもセラミックですね。これ時々なんかポット市とかそういうところで見るけども、これがもう取れちゃってるのが結構多くて、これがまだちゃんと生きてるんですよね。でこっち側がこの浴槽に溜める時のお湯と水ですね。はい。じゃあ次が、ここがランドリースペース、洗濯機置き場ですね。こういうのがね、ベーグハウスはお風呂場の中に大体あります。で、電源を取らないといけないので、ここに防水キャップ付きのコンセントがあります。古いですね、これ。見たことないでしょ。それから、これが洗剤を入れるシェルフです。これも蓋がしっかり閉まらないですけど、作り付けですね。当時からずっとあったものです。ではキッチンです。ここもね、やっぱりちょっと特徴のあるスペースですね。明るいですね。全部割と白く塗ってるということもある。普通日本だともう今ここにはキャビネットをつけちゃうので、窓はあんまりつけないじゃないですか。でもね、これ結構重要かなと思います。こっちお勝手があって、ここからカーポートとバルコニーに出られる。はい。面白いのが、縦にするとロックなんですよね。普通の逆じゃないですか。横にして開くんですよ。でこれでロック。それじゃあ一つまたここで問題です。これ何でしょう。何だと思います？これ神棚。観音開きの神棚にしてはなんか調査済みって書いてある。調査済みね。なんでしょう。教えてください。宗教的なもの？いや、なんでしょう。ちょっと開けてみますよ。神棚じゃないですか。開けてみますよ、じゃあ。はい。ブレーカー。そう、ブレーカーボックスです。昔はね、多分ね、20アンペアだけど今30に上げてありますね。このコンデンサーが古いな。これとこれがね。観音開きは珍しいです。いや、これ大工さんが作ってますよ、それ。なるほど。そう。
これ僕実は持ち込んだものなんですよね。東京の府中のベイブハウス、知り合いのハウスが壊される時に引き上げてきて、引っ越しで持ってきたんですね、こっちに。で一回これもう外しちゃうと繋いでもらわなくて規格が古いので、使えることは使えるんですよ。だけどまあもう今インテリアですね。代わりにお料理はこちらです。でこれ照明です。僕この家を元に戻してるって復元してるっていう話しましたよね、さっきね。まあその時代に戻してあげるってことなんで、まあ、例えばじゃあ今ここ普通の一般の量販店で買ってきたようなライトをつけると、まあちょっと興ざめしますよね。だから照明器具なんかもその時代のものに合わせてやるってことですね。その辺はだから僕らこれ仕事でリノベートの仕事を受けるんですけど、この再生するときに一番気をつけてるの一つがこの照明器具をこの時代に合わせてやる。これ1940年代のアメリカのですけど、こういうものに変えてやるってことですね。そうするとこうね、もうがぜん気分がちょっと上がるでしょ。さて、新田さん、日も暮れて雰囲気だいぶ変わってきましたけど、そうでしょ。そう、これなんですよね。またね、昼間とはね、全然違う表情になるんですよ。でね、外から見たところがまたとっても良くてね、なんかね、中でこう人が何かやってるなっていう、そういうね、表情が多分今の家よりもすごくよく見えるのがこの平屋なんですよ。だからこのフラットハウスの夜をみんなに見てもらいたいっていうのはとってもありますね。だから夜までいてもらいたいっていう感じかな。